慢性疲労症候群は何かに行けばよいのか。これはよく受ける質問でもあるんですけども、非常に難しいです。で、なぜ難しいかっていうとですね、慢性疲労症候群っていうのはコロナの後遺症で有名になりましたけれども、基本的には感染症用の症状が続くもの、慢性の疲労が続いて回復しないものっていう中で診断がつくんですけれども、特にですね、いろんな症状の方がおられるんですね。で、皆さん実はあまり一緒じゃなくていろんなタイプの方がおられます。で、この症状があるととか、この検査異常があると慢性疲労症候群っていう診断名がつくわけじゃないので、ここが一番難しいところです。で、特にコロナの後遺症とかだと分かりやすいかもしれないですけども、感染した時には熱が出て、で、頭の働きが落ちて、ブレインフォークなんて言い方をしますけれども、あとは、倦怠感ですね、とか、労作後疲労。動いてしまうと、意外と動くとしんどいとか、大丈夫だと思って動いてるとガタッと倒れちゃうとか、PM って言ったりするんですけれども、そういうもの。あとは感染している時っていうのはいろんな、インフルエンザとかでもそうですけれども、いろんな体の節々の痛みが出てきたりします。なので、発熱、倦怠感、そして疼痛ですね。これらの症状がいろんなバランスで皆さんあるという状態が慢性疲労症候群で多いです。で、こうなると実は発熱を起こす疾患、っていうのはもうたくさんあります。で、倦怠感っていうのを伴う疾患もたくさんあります。で、ましてや疼痛ですね。慢性の疼痛を起こす疾患もたくさんあります。で、なので、検査で診断ができない以上、いろいろな病気が他にないかっていうのをまずしっかりと見ないとですね、いろんな病気を見逃してしまう土壌になってしまうんですね。ここが一番ちょっと難しいところです。なので、慢性疲労症候群じゃないかということで、いろんなネットとかで調べて、症状が私当てはまるなということで相談されることが多いんですけれども、まずはやはり十分な検査、検査で異常が出る以上はちゃんと見つけられているか、ちゃんと検査されている方のもう一回ちょっと確認する必要っていうのがあります。本当にいろんな疾患の方が隠れているなんてことがありますので、まずそこが診断の難しさと何かに言っていいかっていうところの難しさかなというふうに思います。ですので、まずはね、かかりつけの先生に見てもらうのが一番大事なのかなと思うんですけども、で、ある程度の検査をして、で、そこでの検査が異常がなかったとしても、症状が続いている場合っていうのは、もうちょっと踏み込んでみる必要もあるので、場合によっては総合診療科の先生であったり、症状の強いところをもう少し専門の先生に見てもらうなんて必要も出てきます。で、総合病院でもたくさん見てもらったんだけど、異常がないということで紹介いただく方の中にもですね、もうちょっと隠れている病気があったりもします。で、特にコロナの後遺症の方なんかでもおられたりするのは、内分泌の異常ですね。内分泌っていうのはホルモンなんですけども、体にいろんなホルモンがあります。性ホルモン以外にもホルモンってたくさんあるんですけども、特にコルチゾールですね、副腎質ホルモン。こういうところの働きが落ちてるような方っていうのがいらっしゃいます。ただこれもですね、副腎皮質ホルモンっていうのは体を起こしていく、活動していく、そしてストレスなんかの時にもたくさん出て、体を戦闘状態にしていくような感じのホルモンだと思ってもらってもいいかなと思うんですけども、朝に上がります。で、実はこの腎臓の上にある副腎質ホルモンっていうところは、脳からの指令によってですね、副腎質刺激ホルモンっていうのが出て、これが上がるんですけども、その脳からの指示が落ちていて、副腎質ホルモンの働きが落ちている方もいらっしゃいます。で、こういうのはフィードバック回路って言いまして、体でいろんなホルモンが刺激し合ったりですね、抑え合ったりしてバランスを保っているんですけども、時々ですね、この脳からの指示のところが落ちていて、結果的に副腎質ホルモンが少し低いようになっているような方も隠れてたりします。これはその項目を見ないとわからなかったりとかしますし、もうそれこそ専門の先生に、内分泌内科の先生に負荷試験って言ってですね、このいろんな刺激をした上での働きって、それぞれの臓器の働きをちゃんと見てもらうっていうところで、ようやく診断がつくような方なんていうのもおられます。あとは稀ですけれども、もともとの遺伝的な問題、疾患の方が隠れておられたりして、例えば慢性の痛みとか、あとは起立不退っていって起立性調節障害がある方の中にも、もともと生まれつき持っている病気の方とかも中に隠れているので、慢性疲労症候群っていうのは生まれつきの方っていうのはそこに含めてはいけないことになっているんですけども、中にはそういう方も相談には来られますので、いろんな疾患のですね、いろんなものをある程度一個一個丁寧に見て、ようやくそうかなということで、診断がついたりしますので、
はりいろんなね、医療機関に行って、特に検査で異常がないと、異常がないとして返されちゃうこともどうしても残念ながらありますから、ただ、検査に異常がないということであって、その方に異常がないというところまではちょっと言い過ぎということもありますので、そこは丹念にですね、探していくっていう必要があります。